初めていじめっていうのを経験したんだよね。小学生の時。それが初めての私のいじめ。あんまりお金がない家庭だったから、私が生まれた頃まではパパにずっと借金があったみたいで、それでよくお父さんとお母さんが喧嘩してるのを見てた。小学校4年生ぐらいからアイドルをやり始めて、まあアイドルといっても地下アイドルだったのね。そしてアイドルになった私は何かよくわからないおじさんとハグしたり、ほっぺにチューしたり、あと水着姿で撮影されたりとか、よくあるキッズアイドルの闇みたいな。でもやっぱりお母さんのヒステリックは変わらなくて、たまに私のことを殴ったりだとか、全裸で外に冬締め出したりとか、そんな感じだったな、お母さんとは。すごく優しくて、はつらつで、可愛い女の子だった。その子が初恋だったんだよね。なんか、病院屋さんごっことか言って、なんかちょっとエッチな遊びもしたりしたな。いろいろ体触られたり、触ったり、これなんだろうとか。そんな可愛い性の目覚めがありましたね。こんばんは。安眠へようこそ。私の名前はホタルです。今日は眠れなくてここに来てくれたのかな。じゃあ眠くなるまで私の話聞いてってくれると嬉しいな。ちょっと緊張しちゃうね。恥ずかしがり屋で昔から。まず何から話そうかな。私は今24歳で、職業はあんまり人に言えないようなことしてるかな。でもすごい楽しい、充実した生活を送ってます。もうちょっと話して仲良くなったらその話はするね。じゃあまず私の小さい頃のお話聞いてくれると嬉しいな。だいたいその人がどういう人になるのかって幼少期の頃の思い出で変わるっていうよね。私の家庭はお父さんとお母さんと私と5つ下の弟がいて、まあ幸せな家庭だったのかな。お母さんがちょっとヒステリックだったけど、お父さんはすごい優しくて、ただあんまり家に帰ってこなかった。あと弟はすごい可愛くて、まあ兄弟喧嘩は多かったけど、今でも一番大好きな人はって聞かれたら弟って答えるかな。あとはパパかな。ちょっとお茶飲ましてね。
私が幼稚園の頃、弟が生まれるまでの間はすごく幸せだった思い出がある。普通の愛されてる子供だったね。でも弟が生まれてからはやっぱり母親って女の子だからさ、男の子が可愛く見えるんだろうね。私も私で結構ませがきって感じの子供だったから、だいぶ扱いには苦労してたんだろうね、お母さんは。それで弟のことはすごい可愛がるんだけど、私のことは結構おざなりなお母さんだったかな。一緒に夜、私はまだ小学校1年生とかなんだけど、一緒に寝てくれたりしなかったり、一緒に寝たいって言ってベッドに入っても、今弟と寝てるからダメって言われて、しょうがないから一人の部屋に戻って一人で寝てた。お父さんはたまに帰ってくるけど、たまにしか帰ってこないから、あんまり帰ってこれない日は頼りにできなくて寂しかったかな。でもお父さんが帰ってきた日は一緒に寝てくれて、どっか遊び行きたいって言ったら、お父さんが大好きな100円ショップに連れてってくれた。あんまりお金がない家庭だったから、私が生まれた頃まではパパにずっと借金があったみたいで、それでよくお父さんとお母さんが喧嘩してるのを見てた。私が生まれて、弟が生まれる頃にはもう夫婦揃って頑張って完済してたみたいなんだけど、やっぱりそんなにお金には恵まれてない家庭だったかな。でもそのお父さんと100円ショップに行ったり、100円ショップに行ったり100円ショップにしか行ってないね。まあたまに公園に行ったりとか、ドライブしたりとか、そういう思い出は幼少期に強く残ってるかな。でもやっぱりお母さんのヒステリックは変わらなくて、たまに私のことを殴ったりだとか、全裸で外に冬締め出したりとか、まあ怒鳴ったりとかはまあいつものことだったけど、そんな感じだったな、お母さんとは。まあ素直に甘えられない私も悪いんだけど、子供に素直に甘えさせられないっていうのもどうかと思うんだけどねそうだね、結構頑固で素直になれない、そんな性格だったな、私は昔から。あとお母さんからすごいネガティブだっていつも言われてた。そういえば一回、お前はおかしいから病院に連れて行くって言われて、
なんか精神病院みたいなところに連れて行かれそうになったな。結局予約がいっぱいで予約取るの面倒になったからやめたけど、お母さんが。そんな感じの子でした。まあネガティブだったりお母さんに反抗的だったりするところを多分病気だと思われたんだろうね。まあ確かに大人になってみて発達障害じゃないって言われることはよくあったんだけど、特になんて言うんだっけ、 ASD、 ADHD、 まあそういう系統のものはあるんじゃないかとよく友達に言われるね。注意力がなかったり、あと一回集中しだすと何十時間もずっと同じことをやり続けちゃったり、トイレも寝たりもご飯も食べずに、集中力が凄まじい子だったね。ゲームとかにもハマってて、その時小学生の時ハマってたゲームは DS だったね。任天堂 DS、 動物の森とかポケモンとかドラゴンクエストとか、あとは牧場物語とルーンファクトリー、ここら辺が一番ハマってたゲームかな。あとたまにちょっと古いゲームも好きだったから、ゲームボーイでポケモンとか、あとアンパンマンとか、なんかその辺のゲーム屋さんに中古で売ってたやつを買い漁って遊んだりもしてた。小学生の時の思い出は、そうだ、幼稚園から小学生にかけてすごく仲良かった葵ちゃんって女の子がいて、その子が初恋だったんだよね。葵ちゃんはすごく優しくてはつらつで、可愛い女の子だった。家の向かいが葵ちゃんのお家だったから、それで仲良くなったんだけど、その子といろいろな遊びをしていくうちに、あれ恋かもなってちょっと経って後で気づいた。なんか病院屋さんごっことか言って、なんかちょっとエッチな遊びもしたりしたな。いろいろ体触られたり触ったり、これなんだろうとかそんな可愛い性の目覚めがありましたね。性の目覚めといえば、そういうことをする時期も早かったな。一人でしたりするのなんて幼稚園の頃からやってたし、それはなんでなんだっけ。そうだ、アンパンマンが原因だ。アンパンマンでなんだっけ、よく誰かが捕まったりするじゃないですか、バイキンマンとかに。ジャムおじさんが縄でバイキンマンになんか船の柱みたいなところにくくりつけられてて、縛りつけられてて、それを見て、なんかこれドキドキするなと思って、二段ベッドのはしごのところに
自分の手をくるくるってあやとりの紐でくくりつけて自分で手を拘束してみて、それでなんかドキドキする、頭がふわってするなってなってたのが一番最初の目覚めかな。探求心が強かったから、その後もどうやったらこうなるんだろうとか、なんでこんな気持ちになるんだろうとか、なんでこうやって頭がふわってするんだろうっていうのを確認するためにいろいろやったりしたな。そんなどこからも情報を仕入れられない中、独自にいろいろ試してってたから、なんか変な仕方とかもしてたかもしれないけど、楽しかったな。小学生の話に戻るね。葵ちゃんとは私が転校したことでバイバイすることになった。私のお母さんは引っ越し好きで、ずっと同じところにとどまってられない生活だった。だから1年に1回引っ越して2年に1回転校するっていう生活を幼稚園の頃からずっとやってて、私も同じところにずっといたり全然なかったな。それで幼稚園も3園行ったし、小学校も3園じゃない3校行ったな。それでできた友達はまあ少なかったし、今でも小学校の友達はまあ自分で消えちゃったっていうのもあるけど、残ってる友達はいないな。それでまあ何校か行って、1校目2校目はそんなに普通というか、まだあんまり自我がない状態の私だったから、そこまで記憶はないんだけど、3校目の時初めていじめっていうのを経験したんだよね。その原因が、私がその時小学校4年生ぐらいからアイドルをやり始めて、私は別にアイドルのこと全然興味ないというか、むしろ嫌いって思うぐらいだったんだけど、ダンスに興味はあったんだよね。でも人見知りだからあんまりスクールとかは行きたくなくて、一人で勝手に踊ってるっていう、Wii のなんかダンスレボリューションみたいな、そういうゲームで遊んだりしてる程度だったかな。それで遊ぶのは楽しかった。で一人で勝手に踊ったりして楽しんでた。でもやっぱりもっといろんなダンスをやってみたいって、ちゃんとダンスを踊ってみたいと思って、スクールに行ってみたいってお母さんに言ったら、なんかアイドルもやってるダンススクールみたいなところに連れてかれて、でまあスクール入るんだったらアイドルもやる形にみたいな
なってしまって、まあ披露する場があるのは発表会と同じでいいことかと思って、とりあえず始めてみたんだよね。この後何年も何年もそのアイドルを続けていくことになるんだけど、まあアイドルといってもすごく地下っていうのはまああんまりみんなが知らないアイドルっていうことかな。ざっくり説明したら地下アイドルだったのね。それでいろいろ経験したな。そう話を戻すね。そのアイドルで原因でいじめにあったんだよね、小学生の時。それが初めての私のいじめ。まあ出る杭は打たれるっていうやつなんだろうね。後に小学校の頃、まあいじめられてはいたけど友達もいた時だったから、その友達から聞いて、なんで私がいじめられるんだろうって、別に何も覚えがないんだけどって話をしたら、目立ちすぎなんだよって言われたから、多分そのアイドルとかやったり、あと相当真面目な生徒だったから、クラスに一人はいるじゃん、ちょっと男子静かにみたいな言う、掃除サボらないのみたいな言ったりする生徒、それが私だった。宿題とか先生の言いつけは絶対で、すごく頭が固かったから、例えば先生に手をポケットに入れちゃダメって言われたのね。まあポケットに手を入れながら歩くと転んだりしたり危ないからね、手つけないし。まあそういう理由も別に説明がなく言われたから、他の生徒ははぁと思って、寒いし手入れるじゃんってポケットに手入れたままだったんだけど、私は入れちゃダメって言われたんだから入れちゃダメって思って、絶対にそれを言われた時からずっと手をポケットに一度も入れたことがなかった。まあいろいろきっかけがあって、今は寒いと手をポケットに入れちゃうんだけどね。そう。そしてアイドルになった私は、何かよくわからないおじさんとハグしたり、ほっぺにチューしたり、あと水着姿で撮影されたりとか、よくあるキッズアイドルの闇みたいなそんなことしてたかな。でもほら小学生ってさ、わかんないじゃん、そういうの。どれがいいとかどれが悪いとか。特に私はこれをやりなさいって言われたんだったら、大人に言われたんだったら、これは正しいことだって思い込む性格だったから、なんとでも頑固だったから、絶対にそうだって信じて、これが普通だって思いながら、何も疑うことなく、そんなアイドルをずっと小学生の頃続けていた。いろいろ喋ってたらもうこんな時間だね。この続きはまた今度喋ろうかな。
ほら、もう寝る時間だよ。夜更かしせずにちゃんと寝るんだよ。また会いに来てね。バイバイ。おやすみなさい。